田中圭君ですよ、問題は。今後田中圭君と接触する女優さんたち気をつけた方がいいと思います。お父さん。はい。今週は、最近話題の永野芽郁さんと田中圭さんの騒動についてなんですけど、全然何のことだかわからないと思うんだけれども。永野芽郁さんっていう噂は聞いたよ。あやねさんと同じ年なんでしょ？そうです、そうです。同い年で、女優さんで永野芽郁さんと、俳優さんの田中圭さん。男性ね。はい。田中圭さんの方がご結婚されていて、で、そこでちょっと報道があって、不倫報道みたいな感じが、この間あったんですけど。付き合っちゃってるみたいな感じ。あ、そうです、そうです。それちょっと霊視してほしいなと思って、今週は。はい。ちょっと霊視っていう言葉を使うのこれは OK？あ、じゃあちょっと大丈夫？練習番組ですよ。練習番組ですよ。いつしかそれをね、俺が営業してただけで練習してますよ。情報筋の方にね。でも何も知らないから逆に言いやすいけど、まあ、その田中圭君っていう、その男性の方がダメダメなんじゃないですか。そうなんですか？はい。言葉選ばないで言うと、大好きなんです、女性が。女性全般。はい。女性全般。今回だから多分その不倫っていうことになったということで、結婚なさってるってことですから、お別れしてくださいっていう形で、両方とも事務所があるわけだから、多分話されたと思いますけども、まあまた違う女性とそうなるでしょうね。悪魔の契約とかあるじゃないですか。そうですね。皆さんこういうお話すると必ずね。こういう話になると悪魔の契約してて、二人とも人気が出てるから、こういう回収になったのかっていうことを求めてるかもしれませんが、ただの好きな人です。同じなんだと思います。そっか。それが露呈しただけだったんですね。多分、僕はよく知らないけど、彼をよく知ってる業界の人とか有名じゃないんですか？そうなんですかね。そういう人だと思いますよ。なるほど。練習をする限りでは、みんな呆れて仕方ないよねって、治んないよねっていう。こうやって公にこう出ちゃう時っていうのは、両方とも運勢が弱ってる時に出やすいよとかあるの？田中が弱いんじゃないかな、多分。田中さんの方が分が悪いって言ってます。へー。長野さんの方は逆に、これをバネにじゃないけど、もっと人気出ると思うんですよ。へー、すごいね。今でも人気者だと思いますが、逆になんだろうな、ちょっと女王さんみたいになってたかも。結構上まで行ってるんですよね、今。人気ありますよね、多分。ちょっとやっぱり少し落ち着いて、冷静になってね、今まで誰も注意しなかった部分で、逆に事務所も注意するだろうしね。おとなしくなったところで、今まで取れなかった仕事とか、映画とかドラマとか、わからないけど、そういうところでもっと違うジャンルに挑戦したいとか、していくんじゃないですかね。じゃあ、今回のことである意味ちょっと幅が広がったみたいに捉えればいいのかしら。女性ってね、こういうのでダメになっていくタイプと、力つけて上がっていくタイプと二通りいるんです。例えば、松田聖子さんがそうでしょ。ああ、そっか。トラブルが起きてもどんどん自分の力に変えていくんです。ああいうふうにやっぱり、僕らモンスターって言ってますけど、松田聖子さんはもちろん歌手ですけど、女優さんでもそういうモンスターの方がいらっしゃって、特に女優さんってイメージ大事ですけども、でも、長野さんに関しては、僕はここでイメージダウンしたというふうには思ってるんですよ。そう、だから私はね、特別、あやねってほら、TikTok 配信してるじゃない？そこで、長野めいちゃんに似てるってよく言われてるから、ちょっとなんか私母親目線で、めいちゃん大丈夫っていう、しっかりしてよっていう思ってて。あんまり。本人が不倫したわけじゃないじゃないですか。本人が家庭を持ってて。まあね。でもなんかその今の。向こう側が不倫したってイメージで思ってると思う。でも世間の目的には、そういうなんかスキャンダルが初めてなんですよ、長野めいちゃん自身。で、なんかこれはここぞとばかりにじゃないけど、やっぱり田中圭さんよりも長野めいさんへのヘイトの方が集まってる感じがして。もちろんそれは人気女優さんだから、業者も含めてみんなで潰そうとしてるんじゃないですか。でもちろん今所属してる事務所も含めてね、やっぱり敵対する事務所もいるし、長野めいさんのやっぱり席を狙ってるところもあるわけだから、そういうところはやっぱり意図的にやってくると思うんですよ。でも、本人の心境で言いますよ。あまり気にしてないんですね。だから強いんですよ。意外ときょとんとしてると思うんです。なんでこうなっちゃったんだろうみたいな。悪いことしたなってのはもちろん分かってるし、お前こんだけいろいろ仕事やってんのに、どう責任取るんだみたいなイメージが悪いだろうってこと言われてると思うかもしれませんが、今の子たちって逆に言うと、でもじゃあ恋愛するなって言ってんのみたいな。それとこれ別でしょって。確かにそういう仕事してるかもしれない。私人間だからっていうふうに思ったらしない。
まあだからそれこそ本当芸能人の方のスキャンダルとか見てて思うのは、まあ表で頑張って夢見させてくれてる分別にいいんじゃない人なんだしって思うんですけどね、私アイドルも含め。だってさ、郷ひろみさんでもね、23時間59分はまあ郷ひろみがやって、1分だけハートフルに戻るって言ってる。ご本人がね。そういうふうにあって叱るべきだし、僕らが昔のアイドルなんていうのはトイレに行かないとかね、そういうのもあった時代なの。そうだよね。もうトイレなんか絶対行かないよとかね。もう妖精のようなね。妖精のようなイメージね、だったのが、今は逆に言うと、お仕事でやられてて、お仕事の部分に関してちゃんとこれができてると。でも私生活はまた人間なんだから普通だよねっていう目線もやっぱりファンの方もいて叱るべきだと思うし、そういう時代だと思うしね。まあそういう考え方の方も増えてきたよね。増えてきてるし、まあ本人が気にしなければいいわけですし、そもそも今の段階で、その不倫が確定した段階で仕事が減ってるかって言ったら減ってるの今、実際。わからないですね。減ってはいないんじゃないですか。まあでも CM とかすごくね、出られてる方なので、そういうイメージの部分ではあるかもしれないですけど。でもやっぱりその不倫どうのこうのって騒いでる層が、そのいわゆるスポンサーさんたちに響く層なのかってことだし、不謹慎だからこんな人出すなっていう話になるかったら、そうはならない。まだ子供だからいいんじゃないのみたいになってんじゃないかな。どうなんだろう。わかんないね。とはいえ、まあ25歳だしとかいろいろ出てくるんでしょうね、世の中はね。やっぱ上げ足取りたいし。まあでも田中圭君ですよ、問題は。今後田中圭君と接触する女優さんたち気をつけた方がいいと思います。あ、もうそれくらい？それくらいだと思います。だからそれは本人にそういう例もついてるんでしょうし、まあ本人ももしかするとそういう世界に入ってきた理由としてね、モテたかったとか、こういうことしたかったっていうこともあったかもしれない。ただ事務所的にはやっぱこういう人は要注意なんで、相当今回叱られたんじゃないですか。おそらく。ね、やっぱり家庭持ってる方っていうね、お子さんもいらっしゃるし、ね、そこですよね。まあでも結婚したいからといってまたいろいろ浮き名を流してもね、またあれかもしれないけども、もうちょっと田中君落ち着いた方がいいよね。そうですね。全然そんなことしてもね、自分の首絞めていくだけだ。やっぱりこれだけお互い2人ともキャリアを持ち、ね、自分の今の立場がある中でも、やっぱその恋愛感情っていうことになると別物になるの？まあ言葉言ったらあれだけども、田中君の事務所自体がそんな感じなんじゃないの？俳優さんたちもみんな同じような考え方してると思うよ。そういうコミュニティなんですよ。バレないように遊びじゃないけど。まあ今回バレちゃってるけども、じゃないとこんな手出したりしないでしょ。そもそも。だって仕事仲間同士だから、誰かに迷惑がかかるわけじゃん。そもそもが。個人的なもの以前にしてね、お互い仕事を持ってる者同士で、責任がやっぱりついて回るような立場にいるのに、そういう世の中がするとご法度なことをしてしまうってことは、まあ、バレなきゃいいじゃないっていう空気を、周りも所属の事務所の人たちも、もしかしたら俳優さんそういう人いるんじゃないかな。後で調べてみたら分かると思う。多分そういう名前が出てくると思うよ。なるほどね。そうか。じゃあなんか一概になんかもう倫理的なことを言ってどうこうっていう問題ではないんですね。まあ世の中は倫理的じゃないからね。アメリカのね、いわゆる不倫率がもう 70% 超えてるんですよ。日本でも 49%。まあ、2人に1人はもう不倫経験。3人に1人だったのにね。はい。どんどん増えてる。これ正しい数字ね。調べたんだけど。そうだって、また上昇傾向にあるんですよ、日本ね。そうやって考えてくると、まあ世の中がまあ倫理的におかしいわけだから、逆に不倫してる方がかっこいいよね、みたいな風潮に 50% 超えたらなる可能性あるよ。要は、善悪で考えるよりは、自分たちのやってる生活スタイルに対してどうかっていうことで人は判断するわけです。それが倫理にもなっていくわけだから、今の時代の倫理はね、道徳観ではないから、まあまだ今のところは 49% でギリギリ半分以下なんですけども、これが55とかアメリカみたいに70になってくると、いや、田中君かっこいいよね、うまくやってるよね、とか、長野さんなんか女性としてすごく世の中うまく渡ってるじゃん、みたいになる可能性もある。まあそういう意味では日本の倫理観自体が問われるような今回事件じゃないですか。事件っていうか、事象というか、そういうことかなと思いますけどね。なるほど。まあ頑張ってほしいですよね。長野さんもね、田中君もね。
ただ田中君はちょっといい加減にしないとね。うん。ちょっとほどほどに。だんだんね、共演 NG になってくるんですよ、今度。あそういうことしてると。なるほど。あそこに出すとそうなっちゃうからやめるってなっちゃうんで。まあ、それでもいいのかなわかんないけど。なんか俺怒られそうだね。そうでもなんか本当にめいちゃんには頑張ってほしいってなんか個人的になんか。まあね、すごくうちの娘と同じ年なんでね。そう、親の欲目として、親の欲目としてよろしい頑張ので、って。応援したくなりますよ、それはね。まあでも、マスは成功よりということで、ぜひエネルギーをつけて頑張っていただきたいと。今後楽しみにしております、逆に。応援してます。表情はもう大丈夫さ表情は静かに目を閉じ